皆さんこんにちは、ゼッタです。最近めちゃくちゃ暑いですよね。こんな炎天下でメイク崩れが怖いので、今日は崩れにくいナチュラル風のメイクをしてみたいと思います。メイクする前にまずはしっかりとしたスキンケアが大事ですね。最近は化粧水と乳液とマスクを使用しています。こちらのマスクはなんと鼻下が開閉式となっております。カチャン。さらに顎下が V ネック式となっております。なんでそうなっているのかが分かりかねます。大事なのがメイクする前に肌が潤くかつひんやりとしている状態です。ここから眉毛失礼いたします。ところで皆さん最近食べた美味しい食べ物は何ですか？私はマックが大好きなので、最近マックのオレオクッキーチョコミントフラッペを食べました。めっちゃくちゃ美味しかったです。これから下地を塗り、肌のトーンアップをしていきます。下地はだいたいさらっとしているものを使用しているので、塗る量はパールの2粒ぐらいです。少し多めでも大丈夫だと思います。塗ってない部分と比べたら少しトーンアップしていますよね。メイク始めて間もなくですが、気づいたことの中の一つとして、下地は何本塗ってもそんなに崩れないことです。ファンデーションとコンシーラーはカバー力が高いゆえに肌と密着しにくく崩れやすくなる原因になりやすいので、特に私みたいに汗が出やすい方は塗る量を控えめにしてもらう方が良いかと思います。もう一個気づいたことは、メイク中一つ一つの工程の間に肌のチェックを入れた方が良いと分かりました。と言いますと、今まで塗った化粧品は肌に馴染んでくるまでには次の工程に進まない方が良いと分かりました。今チェックしているんですね。今回は顔の赤みを消したいので、ブルー系の下地を多めに使っています。ファンデーションを塗っていきます。少し濡らしたスポンジを使っています。ファンデーションとコンシーラーの間に少し時間を置きたいので、再び眉毛失礼いたします。まずは眉毛を整えます。眉毛が整えたら腕の毛も整えましょう。眉毛は難しいですよね。男性の方は割とまっすぐでしっかりしている眉毛が個人的に好みですが、顔のタイプによって険しい顔だと思われる可能性もあるので、割る時に少しまるっとしていて見つめたら凛々しい顔に見える可変式の眉毛がいいなと思って作ってみています。はい、コンシーラーに戻ります。今日はちょんちょんちょんと薄くつけていきます。男性の青ひげはですね、直接コンシーラーでカバーするとブツブツのような毛穴が目立つので、あんまりおすすめできないのですが、今回は一旦青ひげを無視してメイクをしています。皆さんにもっといい方法があればぜひ教えてほしいんです。こんな感じです。手で伸ばしていきます。顔の半分が終わりました。少しカバーできた気がします。シミとかほくろとかは少し見えるのですが、無理やり隠さなくても良いと思います。やっぱり眉毛が気になりますので、定規を使ってもう一回整えます。手がいっぱいなので鏡を床に置きながらやりましたので、映像が撮れなくてすみません。次アイライナーを引いていきます。アイメイクって難しいですよね。先々週くらいに二重手術したので、今自分の目はかなり強調されているので、無理していろんなものを乗せない方向で短いアイライナーだけを描きました。次はハイライトとシャドウです。やはり骨格はメイクに関連していると思うので、もしメイクの初心者でしたら自分の顔の骨格を分析することがおすすめです。
私も最近見つけたメイクアーティストの猪狩さんの骨格理論がすっごく面白いと思いますので、説明欄にリンクを貼っておきます。もしよかったらぜひ見てみてください。猪狩さんの理論によると、私は目と鼻がはっきりしていて顔の凹凸があるゴリラ顔だと思いますので、少し面長のキリン顔に寄せていきたいので、額の真ん中、眉毛の上、目尻の外側、鼻の真ん中、頬、唇の上にハイライトを、眉毛と鼻筋の間、涙袋の下、頬の外側、唇の下にシェーディングを入れます。そうすることによって顔全体の立体感が増しますかね。楽しみ楽しみ。どうですか？なんか立体感出ます？なんか楽しいですね。次はリップ塗ってきます。血色を見せたいんですが、ナチュラルメイクのように透明感も出したいので、薄めのオレンジ系のリップはいいなと思います。かわいいっしょ。ちょっとリップトリートメントを塗って、最後は仕上げにフィックスミスト。完成です。髪型少し整えたらこんな感じになります。まだね、髪が短いので伸びるまで楽しみです。やっぱり一番可愛いのが笑顔ですね。はい、本日の動画は以上となります。もしよかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。